異色肌ギャルのみやこと申します。イエイ。緑びっくりしましたか？イエイイエイ。今日は皆さんが私に質問があるということで、いっぱい聞きたいことがあると思うので、そういうことに答えていきたいと思います。私はもともとなんかこれが特別すごいことだとそんな思ってなかったなって感じですね。そういうキャラが割と普通だったので、私の中で悪魔のキャラが赤い肌のキャラの子とかなんかそういうのあるじゃないですか。そういうのを見てきて育ってるので、私の中ではそんなにめっちゃすごい変なことでもなくて、周りにやってる人とかもいて、やってみたいなみたいなノリでやりました。なんで緑に塗ろうかと思ったかっていうと、異色肌ギャルってやっぱ派手だといいんですよね。と私はピンクが好きなので、派手な色にしたいってことは反対色にした方がいい。そのピンクの反対とか目立つ色が緑とか青なんですけど、緑とか青ってあと異色肌感が強いじゃないですか。黄色前最初にやったんですけど、なんか加工なのかなみたいな感じの反応もいて、なんか意外と異色肌って実際に塗ってるって思ってもらえなかったので、塗ってるんだぞみたいな、すごいこう変わったぞみたいな人外感が出るっていうところで、やっぱり緑だなっていうのと、その2つの理由がありますね。3年ちょっと前かな、4年ぐらいも前になるのかなに最初に黄色に塗ってみました。次は一人で黄色やったから、もっとカラフルに、みんなでやって何人かでいろんな色でやってとか思って、友達に一緒にやろうって言った感じですね。ユニットではないんですけど、でもなんか一緒にプロジェクト、アートプロジェクトとして頑張ってる仲間って感じです。緑の人みたいにもうなっちゃってるんですけど、実は担当カラーは私決めてないので、それぞれみんないろんな色やっていいんですけど、ちょっとなんかこうテレビに出させていただく機会とかが増えて、違う色にすると誰が誰だか分かんないっていう話になって、そこからなんか割と固定になっていった節はあります。本当は他の色もみんなやりたいですちょっと次ぐらいにシャッフルしたいなって思ってますね。本当に他の子も他の色やりたいとか言ってるんで、真逆の色次はやりたいなと思いますね。そうですね、次やるとしたらやっぱ赤か紫かな。でも黒もいいな。こうやっぱでも黒とか紫やっぱいいなって思いますね。なんかやっぱそれも真逆カラーなので、結構やってみたいな。赤はやっぱやりたい人がいっぱいいると思うから、あえてのやっぱこうやりたい人がいなさそうな色っていうか、こう黒とかってなんかこう地味になっちゃうかなって思うじゃないですか。一番派手ですからね、黒。とかやりたいな、挑戦したいなとか思います。そうですね、肌の色変えると服装の色はもうめっちゃ派手にしたくなります。もともとカラフルな服は好きなんですけど、もうこれも異色肌の時なら着れるじゃんみたいなのがいっぱいあって、もう緑着てるとドピンクばっかり集めるようにもなってきましたし、あと普段の服もなんか派手になりました。一緒になんか派手な服をもっと買うようになりましたね。全然もともと好きでちょこちょこはやってたんですけど、インターネット上にそういう派手なメイクを載せることはそんなに今までなくて、異色肌ギャルで知ってもらう人が増えてから、なんかこうメイク系のこととかもアップしてもなんか楽しんでもらえる人意外といっぱいいるなと思ってからは載せていってますね。そうですね、やっぱりみんなで大集合して撮った写真が、背景とかもすごい考えて作り込んだので、あれより派手な場所を見つけるのがなかなか難しくて、
それをまた超えるぐらい派手なことやりたいなってずっと思ってるので、今ちょっと計画はしてたりいろいろなこと考えてるんですけど、派手にしていいんだ、もっと派手にしていいんだっていうのをどんどん思うようにはなっていってますね。日本の人っていうよりも海外の人に反響があったっぽくて、海外の人がインスタでこう私と同じポーズとかやってくれたりとかしてめっちゃ楽しいってなりました。なんか異色肌っていうローマ字でタグがもう海外に流れててやってくれたりとかしてて、メイクを真似してくれたりとかしててめっちゃテンション上がりました。海外の人が真似してメイクしてインスタにアップしてくれたりするのとか超嬉しいです。絵とかもイラストとかもめっちゃ描いてくれる人が多くて、やっぱちょっとこうメイク好きとかなんかそうイラストが好きとかそういう人にこうキュンって来てもらえたらめっちゃ私はやってめっちゃ良かったなって思ってます。異色肌でやりたいのはツイッターでも言ってたんですけど、水着の撮影をしたいなと思っていて、でも別にグラビアっぽいのとかじゃなくて普通にウェイみたいなやつがやりたくて、ギャルといえば海に行かなくてどうすんだと思って、去年行ってなくないって思って、これパリピのギャルを本当に集めてパリピウェイっていう写真を撮りたいなっていうのを思って、それはちょっとやる予定でいます。異色肌じゃないのも創作撮影いろいろ考えてて、1個やったのが今とはまた真逆のことじゃんって感じなんですけど、超清楚っていうかもう妖精みたいな感じのロリータで写真撮ったりとか、でも耳もとんがらせて人外でもそのとんがらせた耳にピアスとかが開いてたりとかして人外なんだけど不良ちゃんみたいな感じでこう撮ってたりとか、特殊メイクっぽくやりたいんですけど、特殊メイクって普通にかっこよくなりがちなんで、それをいかにギャルっぽくするか漏れるかかわいいかっていう漏れることをすごい命をかけてやりたいなって思ってますね。いかに漏れるか、やっぱギャルは漏れることが命なので、そこをやってる人まだいないなって思ってて、それやりたいなっていうのを思ってて、ちょっといろいろそういうことを考えてます。食肌ギャル見てますとかすごい言われます。ベージュの時でもめっちゃ言われますね。なんかもう本当にそれで普通に紹介されますね、人にね。めっちゃ異色肌ギャルの人だよで、そうすると意外と皆さん知ってくださってることが多くてありがたいことに、割とやってることの代表が異色肌ギャルになって私もびっくりしてます。緑ってもう本当にケミカルって色なので、これがすごい危ないもの塗ってんじゃないかってすごい思われるんですけど、大丈夫です。ピエロが塗ってる白塗りの動乱とあとファンデーション成分は変わらないものを塗ってるので、色の成分だけが違うんですけど、その色の成分も何号かみたいなそういう違いなので全然大丈夫で、これやった後絶対落としてないと緑がかっちゃって分かるんですよ。帰りかけに緑がかってるな、顔青ざめてるなみたいになるので、めっちゃしっかり落とすんでね、これやった後。普段のメイクってしっかり落としきれてるかちょっと実は分からないかもしれないじゃないですか。ベージュのものをベージュで塗ってるから、意外とめっちゃしっかり落とすっていうのを意識してやってるので、全然肌荒れとかも私はしてないですし、何度やっても大丈夫ですよ。今までこうすごいこれで肌が荒れたみたいになったことは本当にないです。なので安心してみんなやってください。ただニキビできやすい人は油性じゃない動乱をちょっと選んだりとかしないとニキビできる可能性もあるかもしれないです。ゆっくりちゃんと落とせる状態だったらオイルクレンジングとかでいっぱいこう全身ちゃんとつけてお風呂とかで落として、あとは拭き取りのクレンジングをしてっていうで、それでもう一回ちゃんと顔を洗顔で洗ってってするんですけど、外とかでワイワイしてる場所とかでやって落とすのが場所がどうしようってなった時は拭き取りのクレンジングシートでいっぱい入ってるパックのやつ、あれを何枚も何枚も使って拭き取ったりして落としていけば大丈夫です。意外と早く落とせます。
い、皆さんどうでしたか？異色肌ギャルメイクをやって私たちみたいに可愛くなっちゃってください。チャンネル登録もしてください。ぜひぜひ。他にも動画がたくさんあるので皆さんのメイク見てみてください。あとはですね、私のツイッターがみやこコアで出てくるので、インスタグラムがみやこ_999で出てくるので、皆さんよかったらどっちもフォローお願いします。インスタストーリーとかもいっぱいアップするようにしてますので、生の私の動画を見てみてください。それでは今日はありがとうございました。バイバーイ。